は都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届けします。いや、もう7月の終わりですね。いつかちゃん、この夏に何かやっておきたかったことというかありますか？私ホラーゲーが好きなんですけど、今年まだ何もできてないんで、ちょっとホラーゲーやりたいですね。ホラーゲーム、いいね。俺はね、やっぱ夏って言ったら虫がいっぱい出てくるじゃないですか。だからちゃんと害虫駆除しなくちゃいけないし、害虫だけじゃなくて害獣も駆除したいってことで、やっぱりニホンカワウソは一回退治しとかなきゃなって気持ちはありますね。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。スマブラのプロゲーマーのアバダンゴさんとザクレイ。お邪魔します。よろしくお願いします。今宵のゲームはさまざまなファイターたちが大乱闘を繰り広げる大人気シリーズ最新作、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。本日のお客様は日本を代表するスマブラプレイヤーの一人、アバダンゴ選手。海外からも高い知名度と人気を集めています。そして国内外の数々の大会で優勝するなど、18歳ながらトッププレイヤーとして活躍し続けるザクレイ選手。はい、まずアバダンゴ選手は今回が2回目、そしてザクレ選手は初のご来店ということで、いろいろお話を伺っていきましょう。はい、まず気になるのはその初めての出会いというところなんですけど、特にそのアバダンゴ選手がこう初めてザクレ選手の存在を知ったのっていうのは、将軍がなんか日本の MK レオだっていうツイートをしてたのが初めて。スーパー天才ってこと？そう、名前はそれで知ったって感じです。いつ頃ですか？僕はその時はまだ中学生とかね。そういえばなんか高校卒業したばっかって聞いたな。そうですね、今卒業したばっかりで今18歳です。ダブルレッシュなのが最近なんですか、この喫茶店客層の年齢がどんどん若返っていてすごい。じゃあ当時中学生の時からもうじゃあこいつは天才だみたいなんで話題になってたんだ。最初に見たのはなんかどっかの大会でフリー対戦をしてて、でなんかチームしようってなってチームしたのが俺の初めての対戦記憶です。敵でなんか 3DS を持った小僧がなんかやたらベヨネッタのずらしうまいなと思いながら初めてアバダンゴさん見かけた時、もうその時に多分相当有名人って感じだったんじゃないですか？僕からしたら雲の上の存在みたいな感じだったから、もう結構緊張はしてましたよ。本人は覚えてないと思うんですけど、ポロッと僕を褒める一言をいただいて、アバダンゴ選手からこんなこと言ってもらえたっていうね、ちょっと興奮しながらね、お家に帰った思い出があります。ずらしうまいとか言ってなんかそのベヨネットのウエビーに対して空中攻撃ですぐ狩るっていうのをやった時に、それ勝ってくる人あんまりいないんだけどなみたいな。いや、偉いなっていう感謝っていうか。でもそれはテンション上がりますね。今その18歳で高校卒業されたばっかりじゃないですか。高校とかでもヒーローだったんじゃないですか？絶対そうでしょ。スマブラできたらヒーローだよ。いや、なんか話題にはなってたというか、その認知はされてたんですよ。あの人みたいな。直接持ち上げられるみたいなことは実はあんまりなくて。ザクレイって呼ばれる？ちょい。羨ましいよ。俺もスマブラ好きなんだけどとか言って友達めっちゃ増えそうじゃん。スマブラの話を持ちかけられたりっていうのはやっぱありましたね。それに対してそこはずらしてスマッシュよとかなんかそういうガチなこと言ってみたいな。そこはね、でも節度を考えてちょっと初心者目のね解消したりっていうのは、ね、考えてました。お互いのすごいところとかって？なんか若いってなんか感覚派とか言われがちじゃないですか。なんか天才だのどうのこうの。だけどきっちりなんかちゃんと理論的なこともやることを詰めてるなとは思いますね。攻略のレベルが高い。勉強してるとこ勉強してるなって思いますね。やっぱり歴が長いんですよね。自分に比べたら今まで大会に出てきた数だったりとか、海外大会だったりとかの経験がやっぱり違うんで、なんかそのメンタル面のね、なんか安定というか、その勝負強さみたいなところは試合終盤とかにいつも通りのプレーというか、その準備しておいたものを出すっていうのがしっかりできてるっていうか、そこが僕にないで、いいところだと思います。なんか
ザクレイさんのキャラクターでしかもなんか眼鏡とかかっこよくなんかつけてる人にデータがとか言われると相当データすごいんだろうなって思っちゃったな今。でも海外大会の話もちょっと興味あるんだけどザクレイさんって去年かなんか初めて海外に行かれたっそうですね。ていうのが結構意外だなと思って高校生だったんで、その金銭面とか時間的な問題で海外大会ってそう簡単に行けないじゃないですか。そこで結構しばらく行けなかったけど、その時からもうずっとそのスマブラの前作からもうずっと海外に行き続けてるプレイなんで、そこの場数っていうのはやっぱどうしても差がついちゃうというか、そこら辺はね見習いたいところで。初めての海外のことを覚えてます？阿波さんは。やっぱ昔って国ごとの応援の差が激しいというか、アメリカはもうアメリカを応援するっていう文化が昔はもっとありましたよね。確かに。もうアメリカ人が勝てば USA あると思う。そんなアバダンゴ選手がそのエボリューションで上位に上がった時、その周りのアメリカ人全員がアバダンゴゴールしたのも俺は覚えてる。そうだ。そうなんだ。近年は自粛とかがあって、その大きな大会特にオフラインのやつはほとんどなくなっちゃったじゃないですか。そういう時ってなんかモチベーションどうやって維持してます？モチベーションは結構維持大変ですよね。実際この自粛4ヶ月ぐらい自粛ある中で1回もモチベがなくならなかったかっていうと実はそうじゃなくて、なんか今はいいかなって思っちゃった時期も実はあるっちゃあるんですけど、なんかもう何年もそのスマブラをやり続けてるせいでなんかちょっとやらないとなんかうずうずしてきちゃうんですよね。なんかやりてえなって結局なっちゃってやるみたいな。大会に出るモチベーションはなくともなんかもう結局気づいたらスマブラやってるみたいになるんで、人生の3分の1ぐらいはスマブラやってんのにいや3分の2ぐらいじゃないですか。いやすごいな。効率があってアバダンゴさんはどうやって過ごされてました？アップデートがあるまではちょっと何もやってこなかったですね。もう配信活動そっちに行っちゃおうって思って、今回のアップデートではわりかし自分が遊べるファイターが結構増えたんで、それで遊んでオンラインで6月に、スマッシュブラザーズスペシャルがアップデートされて、新キャラ加わったりとか、既存のキャラもこう結構調整が入ったというところで、お二人注目しているキャラクターっていますか？ファイターとして追加されたのはメンメンなんですけど、僕がなんか大会とかで結構見そうだなって思うのはカービィとキャプテンファルコンあったりですかね。カービィ？これまであんまりカービィって大会でいなかったです。いなかった気がしますね。むしろ1年前はもう最下層にいるぐらいの。あんまり強くないっていうのを聞くよね。それが一気に。いやもう今やばいっすね。なんか近づいたらやられる。俺の知ってるカービィ俺らの知ってるカービィじゃない。世紀末のカービィなのそれ。いや本当にそうで近づいたらやられる。何が強くなったの？もう全部の技が強化されてんじゃないかってぐらいなんかパワーアップしたんだろうな。そう筋トレがすごいっす。あんなババな。これからさピンクの悪魔をたくさん見ることになるんだね。僕はそうですね、カムイですかね。カムイ。個人的に好きっていうのがちょっとあるんですけど、もともと昔使ってましたね。使ってました。カムイって昔強かったんですけど、今作になってから最下層ぐらいのキャラクターになったんですけど、今回のアップデートで真ん中よりは上、全然上の強さに戻って、そもそもビジュアルがいいんですよ。僕の推しなんですけど。ちょっと待ってほら出た女の好み出てきたよ。いやかっこいいし可愛いしって強くなったならこの見た目で使おうって人が出てきて、大会のシーンとかでも出てくると思いますね。今回はもう20体近くがアッパー調整。すごいそんなに。今何キャラいんの？60キャラ以上。80いるの？俺さそうだザクレイ君に会ったら言おうと思ってたんだ。ザクレイ君って大きな大会の時とかでなんかロボット使ってたじゃん。使います。ロボットってやっぱ強いの？強いっす。結構強いです。ロボット使ったら多分モテるものもモテないんじゃないと思って。いやでもロボット使いは既婚率は多いですけどね。そうなの？ちょっとその話聞かせて。ちょっと待って、スマブラ占いもうできんじゃん。多分プロゲーマーだからロボット使いはモテる。結婚できる。結婚できるってなんだよ。強いキャラクターを選ぶというその安定志向が結婚につながるんですかね。なるほどね。堅実性を買われてるわけだ。ほらあとジョーカー使ってんじゃん。ジョーカー使ってる人はただの強キャラ中です。強キャラ勝ちたいね。ババダンゴ選手はどうやらバーチャルプロゲーマーとしても活動されていると聞いた。はい出ました。これなぜ俺エイプリルフールになんか VTuber になるっていう嘘を
なんかとりあえず思いついたんですよ、朝に。なんかやってくれるっていう人がいたんでお願いして作ってもらって、楽なことは楽っす。ノーメイクでもいいってこと？ノーメイクメイク関係ないか。いやでも裸でできますよ、風呂上がり。そうなんだ。VTuber 確かに流行ってるよね。よく聞くもん。でゲーム好きな人多いんだよね。あ、そうですね。配信者もゲームとか歌とか、だから活動の幅が広がればいいな。どっちかっていうと。自分発信で始まったバーチャル配信。今後はコラボなどにも挑戦していきたいとのことです。50%溜まったら死ぬ。そろそろ見たくなってきたんじゃないですか、プレイを。いやーでもマスはさすがに屋根裏にスマブラはないでしょあるんです。あるんかい。はい、ということでここからは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの対戦プレイです。せっかくなんでまずはじゅんくんといつかちゃんを交えて、プロゲーマーとのペアプレイ大会を。これがねスマブラのいいとこですよね。これができるのが。でもチームどうします？本当ですね。 4人だから2人に分かれるとしていつかちゃんにタッグを選んでもらうのがいいんじゃないかなと思って。お二人もいいですよね。いつかちゃんに選んでもらうっていう。はいはいはい。いやちょっとねすごい選択になっちゃうかもしれないですけど、じゃあザクレイさんお願いします。やっぱり俺いつかちゃんに好かれてる自信ないもんな。いや今勝ちに行きましたよ、勝ちに。いや失恋しましたね。いやもう俺たちは強いよ今。振られてるものは強い。そうか。ということでアバランゴ選手歌広場チームとザクレイ選手いつかチームの対戦となります。ルールはアイテムありの、3分間時間制限マッチと。時間内だったら何回落ちても大丈夫ってことだよね。撃墜数で競っていくと。現在ファイターを選択しています。なるほど。ここでプロゲーマーの2人お任せを選びました。何が出てくるかわからないランダムセレクトですね。頼りがいが。ちょっとあ、いけるいける。誰来た？やばいですか？ウルフ強いじゃん。アバランゴウルフ。さあ始まりました。私やりましたね今。4人で乱闘です。ちょっとダメだ。いつかが左足に追い込まれているが逃げる。画面に中央に行っているうちにちょっと待って。アバランゴをいつかちゃんは俺が倒す。やめてください。いつかちゃんは俺が倒す。頑張り今ます。ついたがしっかりと対処しています。いつかのパーセンテージが上がってきましたが、このガロンドルフは非常にパワーがあるファイターになっている。困ったらそれ。ありがとうございます。さまざまなことが起こっているよ。なんか出てきたよ。中に出た。あれは私を。さあみんな。ありがとうございます。なんとか助かったか。ちょっと待って私が。飛んでしまった。撃墜しました。ザクレイは現在 50% 選んでいるのはスプラトゥーンですね。インクリンです。ザクレイがマリオでもおなじみの今日の人を取ろうとしたところが 161%。おっとこれはまだ残っているぞ。私の方だ。私が。いつか右にいるぞ。切り札を使うことができるか。光って光ってる。ビームがビームが。あ、ちょっと待ってください。右下だよ右下。そう左にも破れいけ。やばい勘弁。おっと使ったのは野郎ども獲物を逃すなよ。素晴らしい。申し訳ない。本当に。ちょっとザクレイ無視でいい。ザクレイを無視していいって言うなお二人でよ。オッケーオッケーオッケー。だっていつかさん俺たちのこと捨てたんだもん。ザクレイ 100%。画面の中央でアバランゴとのにザクレイ君は髪の毛長いのと短いのどっちが好きなの？集中をそごうとしている。いきなり精神攻撃を歌いのがかけている。ここでガロンドルフの切り札。来た。落ちるぞ。普段よりも倒した。今プラスポイント。何ですか？やめてください。ザクレイの切り札が炸裂しているうちになぜかいつか落ちている。なぜだ。なぜ落ちているんだ。なぜ落ちたんでしょう。さあ残り時間は1分を切りました。残り50秒というところが来た。ここで行かないの？誰もこの人に入らないのである。狙ったぜ。誰も入らないのである。誰も入らないので。あどうなるか。お互いに混戦模様になっております。やめてください、アバさん。アバランゴは光っているぞ。切り札を使うことができる状況になっているから使った。とりあえず。いつかちゃんどう後悔してない？うちのアバ。ひどい。これはなんかしかしプロゲーマー。まだ切り札が2つ出ているぞ。
いや遊びじゃないんだよ。残り15秒。おっとここでザクレイタ君両方がまあ巻き込みます。ひどいですよそれは。ひどい。ひどいです。いつかちゃん、さあどうなる？残り時間5秒。そういうゲームだから。あ間に合わないかこれ間に合わないか。大丈夫大丈その間にタイムアップ。さあどんなスコアになったでしょうか。さあどっちだ、どうなってる？マジ？一人強すぎる。プラス一人強すぎんか？いつかザクレイペアが勝利です。ズルしてる可能性あります。ズルしてるよ。何それ？隣に女の子置くと強くなるキャラクターじゃん。まあ僕結構お任せで引いたキャラもなかなか良かったんですけどね。てかそもそもちょっとびっくりしたのがガノンドルフ使うんですねっていう。いやもうザクレさんのおかげで。途中から集中狙いみたいな。ねやばかったです。そんな記憶ないですけど。アバダンゴチームに標的とされたいつかでしたが、ザクレイ選手の奮闘もあり見事勝利。まずはね、やっぱりそのプロと一緒にやれるっていうので楽しかったし、皆さんちょっと結果としては負けちゃいましたけど、こっち必殺技3回やってますからね。確かに確かに。これはアバが見どころ作ったなと。次は誰も入んなかったですね。次は入んなかった。いや俺違うよ、ザクレイ君狙ったんだよ。そしたらね、ちょっとねやっぱ危機察知されちゃったね。アバどうでした？まあ戦いは非常であるってことは教えられたかな。そうだね。主にいつかちゃんにね教えてよね。いやーチーム戦だと負けちゃったけど、アバソロだったら勝てるよね。よし、この2人の戦い見たいんで、ちょっと僕ら観戦に回りましょうか。はい。じゃあお二人の戦いお願いします。お願いします。任せてください。はい、ということでここからは、スペシャルマッチですね。アバダンゴ VS ザクレイの試合を見ていきたいと思います。意気込みを聞いていきましょう。じゃあまずはアバダンゴ選手からお願いします。どうでしょうか？はい。まあ最近アップデートで強化されたミュウツーに花を持たせてあげようかなと思ってちょっと頑張りたいなと思います。はい、ミュウツー使う宣言が出ましたね。僕もちょっと最近花を持ったキャラを使おうかなと思います。わかりました。アップデートで強化されたキャラを使用。アバダンゴ選手 VS ザクレイ選手の対決です。いや、アバダンゴさっきは足引っ張ってごめんって気持ちだから、ここはねお願いします。アバダンゴミュウツー対するはザクレイカムイが登場です。カムイはこのように、武器を使っていく剣キャラってはい、ファイアーエンブレムのキャラクター。そしてこのミュウツーはおなじみポケモンですね。なんかどんな攻撃だったかっていうのがやっぱピンときてないから、あんまり見ないキャラクターなのかも、今だったら。アバダンゴはこうシャドーボール飛び道具を貯めているんですが、ザクレイはこのリーチ、武器のリーチを生かして攻め込んでいく。つかみ、さあ一気に崖際。ザクレイアバダンゴはもう 125% だと。おっとしっかりとピッチ攻撃ガードしての反撃。アバダンゴは苦境が続きます。ザクレイはどうするか。ここはうまく位置を入れ替えました。シャドーボールを貯めながら、うまい。今攻めてたじゃん。ザクレイは切り返しましたよ。そしてアバダンゴを撃墜まで持っていきました。崖際にいた方が相手を撃墜させましたね。ここはシャドーボールを投げながら攻め込んでいくのアバダンゴ。この足場を使ってザクレイは距離を取ります。マリオのファイアボールみたいな。そうですね、これ貯めるとポンポンポンかなりパワーがアップするんですけれども、っていうか上ね、今まで考えたことなかったけど、ミュウツーってこれで考えるとすげえでかいんだね。でかいですね。でかいんだね。ワープするが、この着地を取って3回空上を決めていく。ザクレイはおっとうまいぞ。ジャストシールド。そして後ろに掴んで投げる。僕たち格闘ゲーマーはジャストに対しては敏感です。この影に捕まって位置を変えてザクレイがアバダンゴを攻めていく。崖際ワープで帰ってくる。上ね、ザクレイはうまく崖を取った。ステージの中央に持ってきました。アバダンゴは 80%、ザクレイは 126%。どちらも何か大きい一撃が決まれば撃墜免れないでしょう。出し攻撃まだ残っています。うまく崖に捕まる。上から
うまくふわっと、ここはカウンター攻撃だったか。熱いぞアバダンゴ。残りストックは1。ザックレイはまだストックを失っていません。掴み攻撃、上投げでついにザクレイのストックを1つ落としましたアバダンゴ。ただストック数に1の差がある。そしてこの崖際の攻め、ザクレイが面白いように空中攻撃を当てていきます。アバダンゴ苦しい状況が続く。カウンター攻撃、当て身なんだ今。そうですね、後ろ必殺技これを使っているでしょう。ここはうまく掴んで外せば前、そしてこの足場上にいるのはザクレイ。アバダンゴは降りてくるところを待ち構えている。お互いにパーセンテージはほぼ五分ですが、ストックの差が大きいか。いやー、まあ頑張れ、お前ならいける。ザクレイは 61%、うまく反撃。ここは一旦上げの距離を取ります。そしてしっかりと崖攻撃をガールシュの反撃つかみ、だが上仮面をキャンセルしてからの。いや、この崖キャンセルできるか。緊張すごいな。アバダンゴがこのピンチを乗り越えた。ジャストシールド、しかしここは反撃。ワープで崖際、決める、ちゃん上。アバダンゴピンチ。ザクレイどうする。おお、掴んでいる。投げが取った、まだ生きてる。まだ残っていますが絶対絶命。ワープで帰ってきた。うわー、空中に投げている。ザクレイにストックを伸ばしての勝利、お見事。いいな。マジか。いや終始いい動きができたと思います。アップデートで下投げの硬直が減って、下投げ空舞っていうコンボとか増えたんで、そこは見せれてよかったなと思うんですけど、まあ、カムイの空中へ上に振りかざすタイプの、あれがすごい飛ぶようになって、そこが結構きつかったですね。ああ、じゃあそこで結構新しくなった要素で苦しめられたんだ。俺アバダンゴ選手の強さ知ってるからこそこれ見た時にザクレイってこんなすごいのっていう気持ちになった。改めていや本当に強いですよ。もう失礼なこといっぱい言ってごめんね。でもやっぱりプロの方って落ちてるのにさらに自ら落ちて攻撃を仕掛けていくっていうのも理解できない。あんな怖いことないよね。ないですよ。落ちたら負けちゃうんだよって思うよ本当ね。にもうすごいなの一言です。では、素晴らしい試合をありがとうございました。ありがとうございましありがとうございた。ました。ということで、各駅したハメ順そろそろ閉店のお時間です。じゃあ感想を聞いていきましょう。まずはじゅんくんから。はい。まあちょっとねチーム戦ではねアバダンゴさんのね足を引っ張っちゃって申し訳ないなっていう。ただ今度もし同じようなことがあったら絶対にその時は勝ってザクレイ君の初恋の人の名前を聞きたいなという気持ちでいっぱいなのでまたいらしてくださいぜひ。はい。前回はアバダンゴ選手とで今回はザクレイ選手と一緒にタッグを組んでもうめちゃめちゃ楽しくプレーできたのが良かったです。ありがとうございました。そうですね、2回目っていうことで、まあ、実質常連みたいなとこあるんで、そうそうそう。まあ、次の収録もしれっと言おうかなと思います。ああもう言ってください。言ってください。まあ、初めてだったんですけど非常に楽しい雰囲気でやらせていただいたので気ままな気持ちでやれてよかったです。はい、ありがとうございました。ということで、今宵の各駅スタハメ順お客様は、アバダンゴ選手とザクレイ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。さあ